往年のミュージシャンとか、それを好きなファンの方とかが着てたようなスタイル、特にロックカルチャーですね、その部分に通ずるようなアイテムを展開しています。お店の由来は、ストレートに僕と相方がやりたいこと、自分たちが好きなものを発信していくっていうお店にしたくって、でそれが何なのかっていうと、ヴィンテージとかもちろんですし、ファッションだけじゃなくて同じぐらいミュージックカルチャーもすごく好きなので、それを背景に感じれる服、物だとか音を感じ取れるものを展開するようにしてて、ただやっぱりカルチャーは日々変化しているものなので、時代に合わせて自分たちも柔軟に変化させながら提案というかできたらいいなっていうのはコンセプトとしてありますね。お店のコンセプトでも話したんですけど、背景にミュージックカルチャーや音を感じれるアイテムを基本的に集めてまして、詳しく説明すると、基本的には60年代から80年代のヴィンテージのアイテムを基本に取り揃えてまして、で往年のミュージシャンとか、それを好きなファンの方とかが着てたようなスタイル、特にロックカルチャーですね、その部分に通ずるようなアイテムを展開しています。ブランドに関してはミュージックカルチャーというか音を感じれるブランドとして、元から相方と私が好きなエディ・スリマンと宮下隆弘さんが手掛けたディオールオム、サンローラン、ナンバー9を現在アーカイブとして展開しているようにしています。でうちとしてはやはりこのアーカイブだけとかヴィンテージだけっていうのはちょっと現代的にもトゥーマッチかなと思うので、お互いをミックスして提案するようにはしてますね。こちらの服はナンバー9ですね。その宮下隆弘さんがディレクションしてた時のそれのみっていうのにこだわってますね。基本的に音楽的なカルチャーを感じれるようなデザインとかアイテムが多いですね、すごく。ディスリーマンが手がけてた頃のディオールオムですね。なのでかなり線は細いものが多いんですけども、かなり初期のあたりから最後まで幅広くセレクトしてますね。基本的にはこういうテーラードであったりとかで、ディオールオムですとやっぱりミリタリー的なアイテムが多いので、そういうものも置いてますね。でもちろんこういったレザーとかも置いてますね。あと個人的にはちょっとまた細いボトムとかも流行ってほしいなと思うので、この辺りもボトムの提案としてさせてもらってます。本当に自分たちがいいなとか面白いなっていうやつをメインに置いてるんですけど、こういった自分たちが展開しているアーカイブのブランドが掲載されているような雑誌、こういった書籍とかですね、自分たちが面白いなって思っているジンとか、音楽に関しては新しい発見というか楽しんでもらいたいので、あえて現代のあんまり流し入れられてないアーティストのものを流すようにしてますね。僕はもともと美容業界の仕事をしてたんですけども、ファッション業界の熱がだんだん高くなってきて、それで転職をして外資系のラグジュアリーブランドを3社経て、そこから独立して今のお店を立ち上げたって感じですね。コロナ禍のタイミングで自分自身の仕事が休みになって自分と向き合う時間というか、そういうのが生まれて、その時に改めて自分の将来を考えるようになって、連日テレビをつけると感染者の方だとか亡くなっていく方だとかを見て、人生1回でそういう死というのは自分が意図しないタイミングで来るっていうのが改めて思って、そうなった時にやっぱ後悔のない人生にしたいなとかって思って、だったらちょっと自分の本当にやりたいことをやりたいなって思って、でその時に10年来の友人がいて、で出会った頃から一緒にやりたいねって言ってたんですけど、このタイミングで相方としてやりたいなっていう風になったので、一緒に何かやらないっていう風に言ったら、それで賛同してくれて、じゃあ何やるかってなった時に、相方もファッション業界で長年働いてたんですけど、じゃあファッションだねっていう、じゃあファッションの何やるかってなった時に、お互いブランドとか新品もちろん好きなんですけど、普段着用率でいうとヴィンテージが多くて、ヴィンテージがなんだかんだ一番イケてるんじゃないか
っていう風になって今のお店をオープンしたという流れですね。もともと僕たち20代の頃とかやっぱりこうカルチャーの発信源が原宿渋谷みたいな感じだったので、どうせならその辺で勝負したいなというかあって、でもともと相方とすごい渋谷で遊んでてなんかすごい思い入れのある場所だったんですよね。たらじゃあ渋谷にやるかっていうのでまず渋谷に決まって、で渋谷エリアで絞って物件を探している時にこの町宇田川町にたどり着いて、もともとこの辺がこうレコードの並ぶ町で、近くにも現在もこうライブハウスとかあって、なんかそういう音楽的歴史あるカルチャーのある町で、そこにこう相方もなんかいいねというかなってここに即決したっていう感じですね。相方は辞典だけじゃなくて現在もファッション業界全体に関わるようなお仕事をしています。で不定期でお店に立ってもらっているモデルのソヤ君がいまして、もともとはお客さんとしての出会いだったんですけど、世界を目指してプロモデルをやってるこう熱いナイス会だったので縁がありまして、うちに関わってもらってますね。で近日中にちょっともう一人増える予定ではあります。こんにちは、ステージで働いてます宗谷です。よかったら渋谷これ最高のお店あるんで来てください。待ってます。自分たちが発信するものに関しては第一にクオリティをすごい大事にしていて、商品自体のクオリティもそうなんですけども、写真自体が持つクオリティ見た時に持ってもらえるようにっていうのはすごい心がけてて、商品だけじゃなくて自分たちでスタイリングを組んでスタイリングの提案だとか、うちに置いているグッズ、ジンとかレコードとかそういったものも服だけじゃなくて楽しんでもらえるような作りにはしています。今後はとにかく自分たちの掲げるコンセプトはブレずに、流行だとかいろいろありますけどやり続ける、やりたいことをやる、提案したいことをやるっていうのと、常に現代的なものも自分たちで解釈して取り入れながら発信できるお店ではありたいと思ってまして、ちょっと海外の方とかにもいろいろとうちの知ってもらいたいので、販路を海外にも伸ばしていこうかなっていうふうには考えてます。渋谷自体も今コロナ禍が落ち着いてきて開発が進んできてて、現に今ライブハウスとかクラブが盛り上がりつつあって、なんですけどちょっとやっぱまだ自分たちが遊んでた頃の渋谷に比べるとまだまだそのファッションっていうところが弱いかなと思うので、自分たちも一緒に渋谷盛り上げられたらいいなとは思ってますね。